連日フジテレビのニュースがですね、またおにぎわしてるというか、もういろんなタレントさんとか交えてですね、体験談を語ったりとかですね、昔フジテレビの関連でひどいことされたとかですね、いろいろな告発等も上がっておりますが、ちょっと違う観点からですね、お話をしたいと思います。フジテレビ、社内でですね、社員に向けて会見をやって、400人くらい入った会議室があったなんていう話をしてましたけれど、最初、港社長の会見するときに狭いんで入れませんって、本当クソみたいな言い訳してて、昔はね、それでちゃんちゃんで多分済んだんだと思いますけど、今ネット炎上しまくってるんで、そんなわけいくわけないじゃんっていう話もあったんですが、ついにですね、文化放送の社長だったりとかですね、キッコーマンの茂木さんですかね、多分日枝さんの仲良しだと思うんですけど、そんな人までですね、食いしん坊売罪も引き上げるし、ちゃんと臨時取締役会を開いてですね、第三者委員会も日弁連のガイドラインに従ったやつをやれという風な指示が下りましてですね、弁護士候補者、名前が上がってたんですけど、寺田正宏さんって超久しぶりだなと思ったんですけど、シティユーア法律事務所ってところにいた頃にですね、お世話になった弁護士さんで、ライブダ事件のですね、民事訴訟の方ですかね、こちらの方ずっと担当していただきまして、旧ライブドアに208億円払って和解した件とかですね、ずっとやってもらって、その後もですね、なんかちょいちょい忘れた頃にですね、民法上の商取法の時効は5年で終わるんですけど、民法の不法行為責任って10年間続くんで、ちゃんとみんなで集団訴訟をやって集団和解をしてくれればですね、僕、208億円プラスアルファぐらい払ったんですけど、それで済んだはずなのに、集団訴訟に加わらなかった人たちが忘れた頃にですね、9年目とかにですね、訴訟してきたりとか、そういったものもやっと終わって、先日やっと終わったんですけれども、そういったところもずっと担当していただいた非常に有能な弁護士の方なので、今回のフジテレビの問題もですね、かっちり調べていただけるんじゃないかなっていうふうに期待しておりますということで、フジテレビ、もしね、経営陣変わったとしてどのように再建していけばいいのかっていうところのお話をちょっとだけね、ちょっとずつしていきたいなと思うんですけど、今ね、フジメディアホールディングス、株価がね、一時的に下がると思いきや、かなりの人たちがもしかしたら株主総会に出たいがあまりですね、僕も呼びかけましたけれども、買ってる可能性もあってですね、株価なかなか落ちないです。落ちてないですね。こういった一種のお祭りが決算期末の3月末まで、権利落ちするまでですね、ずっと続くと思うので、この状況は注視していかなければいけないと思うんですけれども、大きく分けるとフジメディアホールディングスというふうに、みんなフジテレビのことを考えてるんだけれども、フジメディアホールディングスっていうのはですね、不動産事業とメディアコンテンツ事業に大きく2つに分かれている会社でございまして、不動産事業っていうのはほぼ産経ビルみたいな会社で、不動産を管理して収入を得るというビジネスモデル。今回の件で、このフジテレビの不祥事で直接影響を受けることはないので、安定的に利益は上がるでしょうと。逆に言うと、こっちでキャッシュリッチなので、そんなに今すぐ慌てるようなことはない。フジテレビが倒産するんじゃないかみたいなこと言ってる人いますけれども、資金供給はできるので、そういったことはないだろうというふうに思います。メディアコンテンツ事業なんですけど、実はですね、今、フジテレビジョン、売上高、年間2000億ぐらいあるんですけれども、実は営業利益ですね、多分2024年度10億ぐらいしか出ないんじゃないですかね。逆に BS 富士、年間160億円程度の売上なんですけれども、なんとですね、年間2、30億は利益を上げるということで、日本放送もですね、年間140億円程度の売上なんですけれども、おそらく通期9億から10億ぐらい利益を上げるんじゃないかというような状況です。これ、だから今回不祥事って言われてるのはですね、フジテレビジョンがほとんどなので、BS 富士とか日本放送おそらく多分影響を受けないと思うんですよね。そうすると、なんと、ここがもうね、年間をかけると40億円ぐらい営業利益出してる。他の会社も合わせると5、60億ぐらいの営業利益出してて、フジテレビだけが赤字になってしまうんですね。赤字かトントンみたいな会社で、これを再建することが多分大きなところになると思うんですけれども、なんでこんな BS とかラジオ事業がうまくいってるのかというと、もう、あれなんですよ。BS とかって番組まるっとスポンサードしたら社長が出演者で出てくる、タレントと絡めるとかですね。あと通販番組がいっぱいあるとか。これはラジオも似たような現象で、ラジオはさらにそこにリアルイベント、例えばオードリーさんの日本放送のオールナイトニッポンのイベントなんか東京ドームが埋まるぐらい人が来るんですけど、そういったところで実は稼いでいて、
て、非常に有料事業になってるんですけれども、テレビ局はね、地上波テレビ局は、特にキー局はそうなんですけど、僕がフジテレビの黄砂に跳ねられて、ソフトバンクの CM に出れなかったように、勝手な自分基準で彼らは出演者を選んでるんですよね。黄砂っていう第三者的な立派な審査をしてるように見えるんですけど、フジテレビが僕を CM にすら出さないのは、日枝さんが僕のことを嫌いだからでしょ。それに忖度して黄砂とかっていう言い訳をつけながら出さないんだけど、他局は出れるんだからさ。他局は番組も出れるし CM も流せるんだから、フジテレビだけが流さないっていうのは、それは単にやっぱりフジテレビが俺のことを嫌い、日枝久志が俺のことを嫌い、それ以外の理由ありますか？ないよね。これってすごく似てる現象があって、バイデン政権下、アメリカのバイデン政権下で Facebook だったりとか Twitter だったりとか、こういったところは検閲をしてましたよね。いわゆるポリコレ税の検閲ってやつなんですけれども、トランプ大統領も2021年にツイッターバンされてるんですよね。で、なんでバンされてるかって、あいつが政治的に嫌いだからの理由だけでしかないじゃん。なんかもっともらしい理由を、アメリカの大統領襲撃事件をトランプが煽ったとかですね、いろんな理由をつけてですね、あいつは犯罪者だぐらいに言うわけですけれども、これだから面白いですよ。日本のツイッターとか X だって、左派と右派で全然言ってること違うし、わかんないけど、こんなこと言っていいのかみたいな、ようなことまですごくハッシュタグ作ったりとかして言ってるわけですけれども、これをだから、ツイッター社とかフェイスブック社みたいなところの一民間企業が恣意的に審査をしているわけですよ。これこそがまさにテレビ局の黄砂がやってることと同じで、要は僕を出さないっていうのは、フジテレビの黄砂の話なんだけれども、放送法とだから全然関係ないんですよ。放送法に規定されてるのって、例えば CM をどれぐらい流すんだみたいな話で、CM のスポンサーの社長が出演することがこれ出演者なのか CM なのか、そういう風なグレーゾーン的なところはあるんだけれども、にしたってよ。だってラジオとか BS とかも経営が立ち行かなくなってるんで、それは認められてるわけじゃないですか。だから BS とかラジオで大丈夫なのに地上波テレビはダメだったのはおかしな話で、そういったところ改善するだけでも全然変わるんですよね、実は売り上げって。テレビに出向したい人はいくらでもいて、それをお高く止まって大手企業じゃないとダメとかですね、ホリエモンはダメとかそういうことを言ってるのが、テレビ局の経営を危うくしてる一つの大きな原因で、フジテレビが実はメディア事業の荷物になってるってこともこれ財務省を見れば一目瞭然なんで、これを機に大きく変わっていくべきなんじゃないかなというふうに経営的な視点では、思っております。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。